ジェイ・ホワイトの背中に向けてまた岡田も何か言葉をかけた。この2人の対戦は今日が6度目。何度も戦ったからこそこの2人の間に芽生えた感情というのがあるのかもしれません。それがいかなるものか私たちには分かりませんが、岡田君のベルト奪還もね、ちょうど猪木さんのこのちょっと待ってください。邪魔すんぜ。どうしてこの男がここでマイクを持ってるんでしょ岡田 IWGP 世界ヘビー級王座奪還おめでとう。まあそんなことを言いたいためにわざわざ来たわけじゃねえけどな。こっからが本題だ。岡田、俺はちょうど1年前ここでお前にそのベルトを取られたこと忘れた時ねえんだよ。昨年はお前が提唱した KOPW に随分振り回されてな。だが俺は俺なりに臥薪嘗胆することができた1年だった。今の試合を見て分かるように岡田はすごくて強い。これは間違いないことだ。だがよ、お客さんはよ、高いチケット買ってみたいのは非日常だよな。単刀直入に言ってやろう。再び俺がその IWGP 世界ヘビー級王座を奪って新日本プロレスに非日常の世界を見せてやろうじゃねえか。分かりやすい挑戦表明だ。岡田、いい返事待ってるぜ。それからもう一つ、次俺がお前の前に来るときは KOPW のベルトをしっかり手土産に持ってくるからな。俺の言いたいことは以上だ。高木慎吾の挑戦表明。岡田和親どう受けるか。高木さん、邪魔するんだったら帰ってください。釣れないね。上から目線で言い放ちます。ああ、言ったね。新たなガイドライン策定のもと、東京帰ってきた大歓声。今日も熱い先生、本当にありがとうございました。声援の力がすごいパワーになりました。本当にありがとうございました。そしてね、マジソンスクエアガーデンでも戦って、東京ドームのメインイベントも戦って、次また大きい素晴らしい舞台でまた戦おうぜ。ただな、まだ
お前のな4勝2敗なんだよ。はあ、勝ち越しで終わらせねえからな。まだまだやるからな、この野郎。そして新日本プロレス50周年1年間本当にありがとうございました。こんだけお客さんが入って試合ができて本当に良かったです。ありがとうございました。そして猪木さん、僕たちの戦いは届きましたか？まだ50周年に来ただけなんで、猪木さんが作ったこの新日本プロレスを闘魂をどんどん受け継いで100年200年新日本プロレスが続くようにまだまだ盛り上げていきますのでよろしくお願いします。そしてこれから始まります51周年がこんなもんじゃないですよ。新日本プロレス50周年を超えてもっともっと素晴らしい新日本プロレスを皆さんにお届けします。そして天国の猪木さんにもお届けします。皆さんが応援してくれる限り、新日本プロレスを愛してくれる限り、まだまだ新日本プロレスは続いていきます。そしてこの俺が IWGP 世界ヘビー級チャンピオンでいる限り、51周年の新日本プロレスに金の雨が降るぞ。新日本プロレス創設50周年記念イヤー、その1年を締めくくるアントニオ猪木追悼記念大会、そのメインイベントで岡田和親がベルトを手に改めて未来への誓い声を上げました。藤波さん、藤波さんは今の岡田選手の言葉お聞きになってどんな気持ち？いや、やっぱりね、新日本プロレス最後のねメインを締めるっていう、ましてや今回猪木さんの追悼大会でね、ましてやIWGPを取り返したっていうね、これは大きいですよね。彼自身のこれからの自信になるでしょうし、やっぱりね、新日本プロレスは猪木さんっていうのがね、全部やっぱり上からこうまさに多分みんなもう見てますんでね、僕も今日思わず猪木さんの追悼大会で赤いネクタイをね、猪木さんがいただいたネクタイをしてきたんでね、なんかちょっと感無量だったなんかね、良かったですよね。いやー、藤波さん、今日は真っ赤なネクタイを締められて、猪木さんからいただいたものだったんです。そうなんですよ。いや、長野さん、本当にこの岡田和親の今の言葉にも、これまでの50年を背負いながら、それでもここで止まるわけじゃないんだと、進んでいかなきゃいけない決意が見えました。そうですね、やっぱ新日本をね引っ張っていく選手っていうのは、藤波さん、田中選手含めて、やっぱりそのマットなちゃんとね、ストロングスタイルという闘魂というのをね、やっぱり引き継いだ選手たちというのがちゃんと続いてくれてるからね、今この50周年迎えられたと思うんで、また今年1年この岡田選手が新日本をちゃんと引っ張っていってもらいたいですよね。そういう意味では田中選手、今日の東京ドームでは、新たなガイドラインの下でお客さんの声も戻ってきました。51周年、まだまだ進んでいかなきゃいけないですね。そうですね、このドームのね熱をこう日本全国にねこう広めていきたいですよね。でも今日本当にねいい声援もあっていいスタートが切れました。
猪木さん、水筒工業なのにこのまま終われないでしょう。せっかく声が出せるのにこのまま終われないでしょう。やりますか、皆さん。猪木さんに届けましょう。猪木さん、新日本プロレスを作ってくださり本当にありがとうございました。いくぞ第6代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンレインメーカー岡田和Sorry. No problem. Still your error. Is it? Is it? Is it? Is it still my error? Is it? Is it still my error? Is it? Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of the Today Show with your host, Switchblade Jay White. And today, my guest on the show, the former IWGP World Heavyweight Champion from Blue-Eyed Young Lion, the Switchblade Jay White, the #1 asset in all of pro wrestling, the last rock and roller, the man that single-handedly sold out Madison Square Garden and the United Center. He is King Switch, baby. He's the first ever and only true Grand Slam champion. Hey, making him the real belt collector. He is the leader of Bullet Club, the catalyst of professional wrestling. And tonight, the world did not breathe with the Switchblade. Because maybe isn't still his era. Maybe this isn't the Switchblade era. Ladies and gentlemen, our guest, Switchblade Jay White. Jay White, Mr. Switchblade, please tell us how you're feeling. That's it, Okada. That's it. That's it for us. I said that this was gonna be your last battle for that championship. I stand by that. At least against me. Looks like you're gonna battle for it some more, I'm sure.
I don't want a rematch. I don't want a rematch. Why? If I couldn't do it here, tonight, at Wrestle Kingdom, Tokyo Dome, the return of cheering fans, the first time I've heard cheering fans in Japan in 3 years. If I couldn't do it here tonight, then there's no point trying to do it anywhere else, because it would fall short of what tonight was meant to be. Tonight was meant to be. It was meant to be my moment! Excuse me. Okada, congratulations. And as I said to you out there, I'm sorry. I don't regret any of it, but I'm sorry. I'm sorry every fucking day of my life for the things I've done, decisions I've made. I don't regret a single one of them, because I wouldn't be here if it wasn't for making those decisions. If it wasn't for those knives in the back, I wouldn't have been here. I wouldn't even have had this chance to etch my name in history and end tonight with the itch knee. So, this was my moment. This was my come to Jesus moment. And I had the chance to do it against the almighty Rainmaker. You know what? I watched him here, I believe, 8 years ago to the day, probably. I watched him versus Tanahashi. I had no clue what I was getting myself into. I had no clue that in 8 years' time, that would be me out there in that ring with him. I had no idea that was going to happen, but I fucking believed in myself every single step of the way, no matter what other people said to me. I always knew best. I always knew that I knew best. The proof was in the pudding. The sweet, delicious pudding of success. The championships, huh? Was it worth it? I don't know. I don't know. Okada. People know that we were in chaos together. Some may not know that you looked after me as a young boy. Okada used to pay me well to do his laundry. That man looked after me. You know, for the rest of my life, I'm going to have to remember the things I've done to him. Despite how kind he was to me as a young boy. And then all the way through. That man is a champion. And tonight, it was meant to be me. Everything fell into place. So somebody please fucking tell me where it went wrong. Where? Yeah, I stumbled with Tama along the way, but I corrected that. I corrected that at King of Pro Wrestling. So... Okay. I see now. Just like a couple of years ago, one little piece was out of place. And this time one very fucking tall piece stepped out of place. Hikuleo! 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 Oh, my old Bullet Club brother. I took you in under my wing, You were that one very tall, large, and actually quite cunning piece that just fell out of place. Fell out of place for me, fulfilling my destino here tonight. Hikuleo.
You... When you grabbed me by the throat, you passed me to your brother for a gunstun. You were the pebble that caused the ripples that threw me and my fate, my destino off track. So Hikuleo, you've ruined my fucking life. I'm gonna do the same to you. I am gonna do the same to you. You and your family. You know, when people talk about your family, people talk about your father. They talk with fear in their voice. They fear your family. Hikuleo, when I'm done with you, when people talk about you and your family, all they will do is fucking laugh. I will make sure, Hikuleo, that you will never enjoy the spoils of the work, the unprecedented work that the catalyst of professional wrestling has done for New Japan Pro Wrestling and this entire industry. Hikuleo, I told you after destruction, I said, you hurt me. I am going to spend every waking second that I have left hurting you. And with that, thank you to our guest, Switchblade Jay White. This has been the final episode of the Jay Show. And with that, keep them high, breathe. Hikuleo, too fucking sweet. You're fired. チャンスを待ってたら一生来ないから、そんなの。チャンスは掴み取るもの、奪い取るものだ。だったら行動を起こすまでだな。だから KOPW もしっかりベルトいただくぜ。そして KOPW を持ってベルトを持って岡田の前に立つ。ちょっと面白いこと考えててよ。まあ新日本プロレスも今日で50周年の節目は終わりだろ。なあ、明日から51周年だ。なあ、そしたらよ、俺みたいなよそ様はよ、新日本ラスラーなんてクソくらいなんだよ。なあ、分かった。さっきリング上で言ったように、イレギュラーな戦いを俺が見せてやるよ。そのためにも再び IWGP 世界ヘビー級王座は何が何でも俺が奪取する。そうらしくそうです。シングルタッグのおめでとう。ありがとうございます。みんなさあおめでとう。いや次は
岡田さん、後藤さん、吉田さん、おめでとうございます。乾杯。おめでとう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 。ありがとうございます。岡田選手、改めて、はい、 IWGP 世界ヘビー級を取り戻した今の気持ちから教えてください。そうですね、取り戻したっていうよりはやっぱこうやっと J に勝てたっていう方が大きいですかね。はい、そんな中でこうやって、いろんなことが重なったタイミングでこれでチャンピオンになる、また戻ることができたのですごい嬉しいですし、やっぱこうシングルマッチすごい孤独な中でこうやって帰ってきて仲間に祝ってもらえるっていうのはなんかすごい安心しますし、なんかすごい嬉しいですね。なんかやっと、なんか本当いろんな嬉しさが重なってますね。はい、リング上でも話してましたけれども、改めて J. ホワイト選手にどういったメッセージを今伝えたいという気持ちですか。僕も、若い頃からポンポンポンと、こうトップ戦線上り詰めてきて、こうやってなかなか勝てない相手っていうのは今まで全然いなかったですから、そういう意味では僕の前に、僕より全然年下ですけれども、キャリアも浅いと思うんですけれども、僕の前にこうやって高い壁として立ち塞がってくれてたっていうのはすごいありがたいことですし、でもまだ勝ったのは2回しか勝ってないですし、僕は4回負けてるみたいなんで、またあと3回いろんなところでやって、またこの向こうが勝ち越してる分っていうのはまた、取り戻していきたいと思いますね。最後リング上でベルトを巻いた後に J 選手が何かこう話しかけるような仕草が見えたんですけども、あの時の言葉ってのは覚えてますか。覚えてますよ。はい。でもやっぱなんだかんだね、同じもともとはこうケイオスが入ってですね、いろんな関係があるからこそ、今日につながったと思いますし、そういうことも含めたことをいろいろと伝えたかったんじゃないかなと思いますね。そして今日は入場の時から赤いマフラーと、そして新たなコスチューム、黒を基調としたコスチュームで試合に臨みましたけれども、その辺の思いというのも聞かせてもらっていいですか。そうですね、特にこれといって意識はしてないですよ。意識してないけど意識してないみたいですけど、やっぱりこう猪木さんの、ツイートでしたし、だからといってね、猪木さんすぎるのもおかしな話だと思いますし、僕は僕で僕なりの今の新日本プロレスという形をこう体現させてもらいました。そしてこの東京ドーム大会は久しぶりに声出しの応援というのが解禁された大会でしたけれども、改めてこの東京ドームでのファンの声援を受けてみての気持ちっていうのはいかがでした。やっぱりプロレスしてるなっていう感じはしましたね。なんか本当に岡田コールに助けられたというか、それがなんか今日すごい覚えてることというか、なんか本当に歓声って力になるんだなと改めて思えたんで、またねこう、少しずつですけども、こうやって戻ってこれたっていうのは、こうプロレスファンの皆さんが我慢してくれたから、こうやって今回東京ドームで声出しが、いいという形になったと思いますし、まだこう完璧に戻ったわけではないですし、まだまだ我慢させてしまうことってもまだまだやっぱあるとは思うんですけれども、皆さんのおかげでこうやって新日本プロレス来て、こんだけの戦い選手のファンにもなってますし、まだまだ皆さん協力してもらってですね、僕たちは僕たちでしっかりと戦いで返していくだけですので、本当に観戦っていうのはすごいパワーになったので、また新日本プロレス一段と前以上の新日本プロレスになって、みんなの力をパワーにして、観戦をパワーにして、また素晴らしい新日本プロレスをこの51周年も見せられるんじゃないかなと思います。
お客さんの数ということでいうと、今、速報値で2万6085人ということで、去年の2日間の東京ドームの興行数、動員数を上回りました、8000人ぐらい上回ったんですけども、このことに関してはいかがですか。いやでも本当に入場から見た瞬間、入場した瞬間にもうすごいお客さんの数分かりましたし、でも僕が目指してるのは本当にそこじゃないんで、今の、ぐらいでやっぱりまだまだ満足できないですし、超前にしたいってもずっと言ってますしね、本当に猪木さんが見た景色っていうのをまた見ることができたらいいかなと思いますね。今日最後花道の奥で猪木さんに捧げる一日サンダーがありましたけれども、あの時の景色っていうのはご自分の中ではどんな景色でした？いやー、でやっぱ一日サンダーは僕じゃないのかなと、やっぱりゆかりのある人がやった方がいいのかなと思ったんですけども、やっぱ追悼大会でやっぱねしなきゃこれ追悼できないなと思ってで一日サンダーで声出しもできる中でみんなでやって、やっぱみんなで手を挙げてる姿ね、お客さんの数は違うと思いますけども、これがやっぱ猪木さんが見た景色なんだなっていう、当たり前のように見てた景色なんだなと、だからそれはすごいいいものを見られたなと、思いますね。本当にもう僕の、先輩方とかいろんな方たちが見た方もたくさんいると思うんですけども、僕が一人で言わせてもらってダーを分かるし、猪木さん今頃天国で怒ってるかもしれませんけど、勝手にやってんじゃねえとか言ってるかもしれないですけど、でもやっぱ今のプロレスファンの皆さん、多分最近のファンの人もいれば、猪木さんのバリバリ見てた人たちも今日来てくれたと思いますし、やっぱりダーをしてですね、猪木さんに届けたいっていう思いも皆さんあったと思いますんで、最後にできてですね、すごい良かったですね。しっかり猪木さんにも届いて、分かんないですね、なんて言ってるか分からないですけど、しっかり届いたんじゃないかなと思います。今年51周年が始まりますけれども、新たな挑戦表明もありました。改めて高木選手の挑戦に関してはどのように受け止めましたか？そうですね、去年の 1.4 やりましたけれども、正直、その 1.4 で、その後KOPW もいろいろやってたと思うんですけども、なんだろうな、まだ何もなく来るのは早いんじゃないかなと、なんか実績を残してきたわけじゃないですし、だから早いよって、何もなくそんな手ぶらで来るのは早いよっていうのは、東京ドームに挑戦表明しに来るのは早いよって、高木さんと、11年前の自分に言いたいですね。で僕もそこで挑戦表明して認められたこともありますし、まだ明日 KOPW もあると思いますんで、それをベルトあってもなくても僕はどっちでもいいですけど、あった方がお客さんも乗ってくれるんじゃないかなと思います。持ってきたら持ってきたんでね、僕の和親岡田のプロレスリングを教えてやります。岡田選手が到着する直前に高木選手が今まさにその座っている場所で明日 KOPW を手にして、そして面白いことを考えてるんだと、非日常というキーワードとともにアイデアがあるという話をしていました。その辺のもうなんていうんですかね、高木選手の決意っていうのはどのように受け止めてますかね。頑張ってください。こっちは IWGP 世界ヘビー級のチャンピオンなんで自分の目標に向かってしっかりやってくれたらいいんじゃないかなと思います。非日常言ってましたけど、非日常を見せるのがプロレスラーだと思いますんで、そこは IWGP 世界ヘビー級チャンピオンに任せてくれればいいかなと思いますね。改めて次が共同のこの最後の質問になりますけれども、今年1年の抱負というのを聞かせてもらってもいいですか。やっぱり50周年ということで、昨年はですね、かなり盛り上げることができたと思うんですけれども、
50周年だからとかやっぱり50周年だったからすごかったとかやっぱ言われたくないので、50周年で得たものってやっぱたくさんあると思いますし、それ僕たちレスラーだけではなく会社もそうですし、やっぱその50周年で得たものをまた51周年引き続きですねやったらダメなんてルールはないですから、どんどんパワーをつけていってですね、また50周年52周年、本当に100周年までやりたいですし、200周年もやりたいし、100周年だったらまだ僕も85歳ですし、それぐらいまで続いていかせないといけないですから、やっぱり猪木さんが作った新日本プロレスというのでやっぱどんどん続けていきたいですし、猪木さんのその闘魂っていうのはですねしっかりと今まで新日本プロレスで育ってきたレスラーだったら全員受け継がれて、その闘魂という血はみんな流れてると思いますから、その血を途切らせないためにも51周年もしっかりと盛り上げていってですね、新日本プロレスすごいなと、日本のプロレス世界中に届くんだなと、その中でも日本でしっかりお客さんを満足させてですね、その中心にいるのはやっぱり IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの僕だと思いますんで、やっぱり僕がまだまだ引っ張っていって新日本プロレス50周年もこれからも盛り上げていきたいと思います。